2016年6月にスイスでベーシックインカムの国民投票がありました。歴史上初めての試みです。ちょうどこの頃から世界でベーシックインカムに対する注目が高まり出しました。人工知能 AI の発達で多くの仕事がなくなるという未来予測があって、ベーシックインカムが必要だと言われるようになったのです。今、世界のあちこちでパイロットプロジェクトも行われるようになっています。スイスは世界で最も豊かな国の一つです。1人当たりの GDP が世界で2位、最低時給の水準がおよそ2500円です。この国ではダイレクトデモクラシーが行われています。人口はおよそ850万人ですが、そのうち10万人、約 2% の署名があれば、市民の憲法改正の提案に対して法的拘束力を持った国民投票が行われます。投票は3ヶ月ごとにあって、その結果で憲法が常にアップデートされます。国民が最終決定権を持っているのですが、ダイレクトデモクラシーを補完する代議制も汚職が少なく国民に信頼されています。市民がイニシアチブを起こすとき、まず憲法に盛り込みたい条文を決めます。これがベーシックインカムの改憲案です。推進している人たちは、ベーシックインカムが新しい人権、誰もが尊厳を持って生きるために必要な権利だと考えています。日本では聞かれない考え方ですね。もし収入が保障されたらあなたは何をしますか？投票の直前に行われたこのキャンペーンはギネスブックで世界で一番大きな質問に認定されました。社会生活に必要なお金を無条件に支給されたらあなたの人生はどうなると思いますか？そして世界はどうなるでしょうか？国民投票は増税が大きなハードルとなって否決されてしまいました。でも世論調査では9割以上の人がベーシックインカムを受け取っても仕事は続けると答えました。そして反対に投票した多くの人もこの議論は続けるべきだと回答しました。例えば日本のすべての人に月額10万円を支給したとすると、年間およそ150兆円の資金が必要です。現在の社会保障から医療費を除いた金額はおよそ80兆円です。年金や生活保護、雇用保険、その他様々な手当や控除をベーシックインカムに置き換えられますが、それでもあと70兆円の資金が必要なのです。ベーシックインカムの財源については様々な可能性があります。でも現在の国の税収が全部で60兆円であることを考えると、税金や社会保障費でさらに70兆円を確保するのは簡単なことではありません。誰がそれを負担するのかを決めるのはとても困難でしょう。その一方で、ベーシックインカムの総額は GDP のおよそ 30% ですが、日本のマネーサプライは GDP の 240% もあります。そもそもマネーサプライは国ごとに大きな違いがあります。一番大きい香港は GDP の4倍近い通貨が出回ってますが、それで極端なインフレがあるわけではありません。アフリカのコンゴではわずか 12% ほどの通貨で経済を回しています。循環のスピードが速ければそれでいいのです。そしてお金の量がどれだけあっても、生活物価さえ安定していれば生活に支障はないのです。ベーシックインカムの国民投票からちょうど2年後にスイスでは通貨改革の国民投票がありました。これも歴史上初めて市民が中央銀行の役割を変えようとしたものです。1929年の世界恐慌から一部の経済学者たちは民間銀行の信用創造を禁止すべきだと主張してきたのですが、リーマンショックで銀行の救済のために大量の公的資金が投入されたことを受けて、スイスの市民たちがイニシアチブを起こしました。彼らの主張はドイツの経済学者ヨセフ・フーバーの影響を受けています。
today about 90% of our money is issued by commercial banks, and only about 10% actually comes from the central bank itself, namely notes and coins. And this poses a lot of different problems, because you see that most money that is issued by banks does not support the real economy and actually create real growth within the economy, but about 80% or 4/5 of this money that banks can issue out of nothing actually directly flows into the financial system. And the problem here is that most of this money that flows into the financial system would again then create speculative bubbles. With Fallgeld Initiative, this is all about to change, because we want the monetary system in Switzerland again work for the needs of the people and the real economy. Because if the Swiss National Bank was the only institution to issue all the money in Switzerland, so besides notes and coins, also the electronic money, then we could make sure that the money in Switzerland again mostly flows into the real economy. Money is not issued as a debt. This is something you have to understand. Because money can, or it doesn't have to be a debt, it can also be created debt-free and spent into circulation not by a commercial bank, but by a central bank. お分かりでしょうか？本当に必要なのは通貨システムを民主化することなのです。まずは通貨の発行機関が全ての人に生活に必要な資金を無条件で一律に支給する。そしてそこを起点として経済の血液としての通貨を循環させることで、人の暮らしを基盤とした経済を営むことができます。通貨を発行する中央銀行が守るべきは株式市場ではなく国民の生活だというのは誰もが納得するのではないでしょうか。増税なしでベーシックインカムは実現できます。その上で生活物価を安定させるために民間銀行の信用創造を廃止して中央銀行が直接マネーサプライを調整できるようにします。銀行はほとんどの国民が思っているように通貨の仲介だけをすればよい。増税は一番最後の調整手段で良いのです。ほとんどの国では国民が憲法の条文を考えるという習慣がありません。でもすでに気づいた人もいると思いますが、デモクラシーの下でこうした社会を作るために合意すべき要件はとてもシンプルです。これで何か不都合はあるでしょうか？どんな問題が考えられるでしょう？今回のウイルスの混乱の中で分かったのは、本格的な AI 時代を待つまでもなく、人が生きるために不可欠な仕事はもうそれほど多くないのです。テクノロジーが大きく発達して、今の社会には過剰な生産力があります。もはや仕事とは賃金労働のことだと決めつける必要はないのです。そして、労働環境が変わっても、経済において需要を作るのはずっと人間だけでしょう。人間は生きているだけで価値があるのです。ユニバーサルベーシックインカムの実現によって人は本当に自由で平等になります。自分のやることは自分で決め、あらゆる人と対等に接することができるようになります。もう賃金労働をなくすことに怯える必要もないし、金持ちを羨む必要もなくなります。今、世界のデモクラシーは急速な進化を遂げています。世界中で代議制の限界が明らかになってきて、ダイレクトデモクラシーを導入しようとする運動があちこちで起こっています。例えば、現在イタリアの第一党である五つ星運動では、ルソーと呼ばれるインターネットのプラットフォームの中で、およそ15万人のメンバーが常に政策を話し合って決定しています。選挙の候補者も全てルソーの中で予備選挙で公平に選出され、議員はルソーでの決議に従う必要があります。議員の任期は2期まで、報酬の半額はマイクロクレジット基金に繰り入れられて広く市民に貸し出されています。彼らの目標は憲法を変えてダイレクトデモクラシーの国になることです。市民が望む法を直接市民が作ることができる制度が彼らのゴールなのです。We have a common dream, I believe. A world without poverty,
anyone can live with dignity? It's possible.